ってます。ありがとうございました。チャーシューです。いつもだと、ラーメンで熱いですけど、めちゃくちゃうまかったですね。いくらでも食べられちゃうというか。オーソドックスなんですけども、すごい丁寧な美味しいラーメンでした。また待ってます。できたのように、きれいにありがとうございます。きれいに食べていただいて、どうも、まあ、1日100杯ぐらいでなくなったら終了。そうです。100杯で終わりって感じです。限定の時だけもうちょっと出すかなって感じですね。120杯ぐらいで。林 SPF か岩中ポークをその時で肉屋さんに持ってきてもらってるって感じですね。で豚もいいものを使ってって感じですね。
毎日これは一人で。そう仕込みはもう一人ですね、ずっとオープンしてから。月に今だと1、2回ぐらいですね、アルバイトの子が入ってくれるのが。シャッター閉めちゃいます。綺麗ですね。そうなんですよ。一応掃除を心がけてやってるんで、汚いお店嫌じゃないですか。なんで一応掃除は心がけてやってます。こだわりは継ぎ足して、味を重ねてってうまみをこう出していくと、やっぱサバの香りがぐっとくるように仕込んでるって感じですかね。ラード入れてたじゃないですか。あれ毎朝やってて、あそこにこう香りを移して、お客様のところに出てきた時にふわっとサバの香りがするように一応仕込んではいます。サバで行こうと思ったのは、僕永福町の大正軒とかが大好きで、自分が好きないろんなラーメンのいい要素を取り入れたいなっていうのでサバって感じですかね。はい、コーヒー飲みますか？どうぞどうぞ。いただきます。あれです。もうからは
完成です。よいしょ。日によってやっぱり変わったりは。あ、全然違います。僕継ぎ足しでやっちゃってるんで、限定やるじゃないですか。そうすると限定の味が次の日にもろに残ってたりもするんですよね。限定っていうのは食材をいろいろ変えて、塩やったり朝日ガニとか、あとは月に1回内緒で近づいてきたら告知するみたいな感じです。だから日によって全然味の出方がでも違います。修行みたいなところは何軒かあるんですけど、ラーメンなぎのゴールデン街店っていうところでやってて、大曽根さんといろいろ教えてもらってたって感じですね。そう限定ラーメン作ってみたいのでいろいろやり始めて、その時芸人も一緒にやってたんですけど、ラーメンの方が面白くなったというかあれなんですけど、芸人辞めてから何やろうって思った時になぎで製麺所行かせてもらったり海外行かせてもらったりしていろいろやらせてもらってて、それのきっかけはきっかけですかね。面白いなみたいな。大体目安で6時半って書いてあるんですけど、大体5時半ぐらいにはオープンさせてもらってて。昼とかではなくこの時間に。朝ですか。すぐ隣も定食屋さんというかラーメンやってるんですよ。和也さんがあったり二郎があったり、昼も夜も厳しいみたいなことを言われたので、自分やったら相当来ないだろうなと思って、で僕福島とか出身で朝ラーメンとかもあったので、一回やってダメだったらもうしょうがないなみたいな感じで朝からやり始めたって感じですね。これでこねて練った後これに入れて踏んで、ここで伸ばすって感じですね。はい、これで切ってって感じですね。これはうどんではないんですけど、この機械でやろうと思ったのは手打ちっぽくしたいなっていうのがあって、白河ラーメンとかが好きなので、虎食堂さんで1回教えてもらっ
ったりしたんですよね。その時にこれしんどいから俺無理だなと思って、じゃあうどんのやつでやったら近づけんじゃねえかなと思ってあれでやり始めたって感じですね。はい。だんだん自分の理想には近づいてるかなっていう気はします。手打ちに近いようでそうじゃない食感っていうんですかね。他のラーメン屋さんの麺とはまたちょっと違うと思うので、その辺を楽しんでもらえればなっていう感じはしますね。限定の時だけ麺は札幌フーズさんで神保町にある覆面の及川さんにお願いして一緒の麺を使わせてもらって、めちゃめちゃ好きでラッキーで使わせてもらって同じやつ。仕込みがこれで大体終わりっすね。あとはちょこちょこラジオ体操やったりする感じです。きっかけ僕腰痛持ちで、そっからラジオ体操始めたんですよ。やるのとやらないのではもう全然違いますおすすめです熱いに気をつけて食べてください。熱いに気をつけてはい、ください。
ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。中1は来てるかなって感じですかね。定番の純正ラーメンが一番好きで、他のラーメンにないすごいいい魚介の香りと、ご飯一緒に頼んでチャーシューとご飯で書き込むのが大好きで、あそこにもこだわりが集まってるんだろうなと思っていつも美味しくいただきます。朝ラーメンで熱いんで気をつけてください。ゆっくりどうぞネギで熱いんで気をつけてください。きれいに食べていただいて、どうも1年半ぐらいだとオープンして、結構来れる時は毎日定休日以外は、はい、この時間に来てる感じですね。はい。どうぞいつもどうもありがとうございます。風邪ひかないように気をつけてくださいね。どうもまた待ってます。いつもどうも。いってらっしゃい。チャーシュー麺です。よいしょ、ごゆっくりどうぞ。はい、入れてください。はい、いつもどうもありがとうございます。
はい、美味しかったです。オーソドックスなんですけども、すごい丁寧な美味しいラーメンでした。今回見上げなさい。通常の沈黙は何でもメールや電子メールでやり取り。でも今日ね、手持ちは加工向きです。計算どうぞ。じゃあスープ割り油なんか違くないの？多分フレッシュが前の日のやつはあんまり残さないようにしたんですよ最近。次の日のためにも多めに入れてたんですよ。それをちょっと調整してで余りすぎてたらちょっと上積み捨ててっていう感じで今やってます。うますぎるわ。好き嫌いだから。あ、そうですね。楽しみにしてます。どうでした？月1ぐらいですかね。はい。オープンの直前のレセプションみたいな3日間4日間ぐらいだったの。それ全部来てて。手もみが今日初だったんですよ。めちゃくちゃうまかったですね。麺の歯触りというか口触りとかたまんないっていうかね、なんかとにかくうまいよなこのラーメンはってこう説得力の塊なんですけど説明はできないというかごたくいらなく普通に食べててうまい、たまんなく幸せな気持ち笑顔になれるラーメンだな、すごいなって思いますね。あ、そういうことなんですね。おめでとうございます。来るときは週1、2回ぐらいは来てるかなと思います。ラードを使ってらっしゃるんですけど、そこにサバ節の香りをすごいつけてあるので、すごいサバのいい香りがする。香りもあって、旨味もあって、でもすっきりしててっていうので、まあ、いくらでも食べられちゃうというか、はい。道路交通情報センターの小山さんです。まずはどうぞ。チャーシューフォーです。チャーシューです。熱いです。朝ラーメンです。熱いんで気をつけてください。朝ラーメンです。熱いんで気をつけてください。チャーシュー麺です。熱いです。
固まってます。風邪ひかないように、きれいにありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。熱いで気をつけてください。チャーシュー。熱いで気をつけてください。回転だ。ありがとうございました。来たの3回目で3回とも送られて、たまたま仕事でこの時間通りかかったんで、一度食べてみたかったんですけど、美味しかったです。チャーシュー。はい。ラーメンです。熱いです。はい、すみません。そしたらラーメンで。熱いです。ありがとうございます。ありがとうございます。空いてる席高手もどうぞ。よかったら入れ替わりでお願いします。いつもどうも。熱いです。気をつけて。チャーシューです。いつもどうも。熱いです。ありがとうございます。寒くなってきたんで風邪ひかないように。はい、すみません、ありがとうございます。また待ってます。どうもありがとう。いろんな飲食店の方々ですね、結構すごい動き早い。今でこそなぎっていっぱい従業員の人いますけど、僕の時って結構一人とかでやってたんですよ。はい。やっぱそういうのでもう慣れてて、でも本当に何がなかったら多分こんなんできてないですよ。大変ですけど、でも結局人がいなかったりしたら一人でやるしかないじゃないですか。それかもうお店をお休みするでも家賃はかかってくるじゃないですか。だからもう本当に今はめちゃめちゃありがたいですね。あとナギが環境整備っていうのをやってるんですよ。もう物はここに置いといて、ここからは動かさない。もう決まり事にしてあるんで、なんか適当に置いてしまうと、あれどこだ、あれあそこなかったみたいな、どんなに忙しい時でも何も考えずにそこに行けばそれあるじゃないですか。だからすげえ勉強になったなと思います。
もちろん味とかもそうですけど、でもやっぱり一人でやるってなった時に一番そっちの方が重要かなっていう気がしますね。もう皆さんのおかげです。お気をつけて。もうオープンして1年半で毎日行列。オープンしてからずっと調子いいねみたいに言われたりされるんですけど、もう全然そんなことなかったんで、最初8時オープンだったんですよ。8時にオープンして9時まで 2,3 人しか来なかったとかだったんですよね。だからどんどん早くなってったんですよ。そうだから最初はもちろんオープンで皆さん来てくれるじゃないですか。もう2週間ぐらいでもうパタッとなっちゃって、うわどうしようみたいな、2時までやってたんですよ。でそこから仕込みとかするじゃないですか。寝る時間が本当にもう 2,3 時間がもう毎日続いて、体もしんどいしみたいな、これどうやったら売れるのかもう分かんなかったんですけど、でも8時ってそっか出勤の時間だよなと思ったんですよ。じゃあちょっと早めようで7時半にしたんですよ最初。この30分でちょっと来てくれてるんですよ。じゃあ7時にしたらもっと来るんじゃないかと思って今度7時にしたんですよ。7時ぐらいにしたらその前から並んでくれてたんで、あこれじゃあもうちょっと早かったらっていうので6時半っていう感じなんですよね。今より早くっていうのはもう無理なんで、これが限界って感じですね。暇だったのがこうそうしてじゃないですけど、お客様に来てもらいたくてどんどん早くなってるって感じです。寒くなってきたんで風邪ひかないように。ありがとうございました。